皆さんこんにちは、トコママ情報局です。今私は四国愛媛県に来ております。トコママ、そして私自身も四国には初上陸。今回は家族旅行で愛媛松山道後温泉1泊2日の旅なんですけれども、トコママ情報局ですので、大変有名な由緒ある神社の方も訪れたいと思っています。今回は、愛媛松山道後温泉の旅2回に分けてお届けしたいと思います。それでは四国松山道後温泉の旅、これから出発です。いやー、四国にはずっと来たかったのですが、四国は行きたいところがありすぎて、ただ前回の動画をご覧になった方はお分かりかもしれませんが、今とっても気になる神様がいまして、それが大山積の命、山の神として知られていますね。前回静岡県の三嶋大社を参拝し、大山積の命についてもっと知りたいと思いました。というわけで今向かっているのはしまなみ海道。今回ご紹介するのは瀬戸内の島々のうちの一つ、大三島に鎮座する大山積神社です。神社のお名前が神様のお名前そのもの。ここなら大山積の命に関する何か重要なことがわかるかもしれません。さあ、そろそろしまなみ海道に架かる大きな橋が見えてきました。しまなみ海道は広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60キロの自動車専用道路。瀬戸内海の島々を9つの橋でつないでいます。自転車専用道路も併設されていて、日本で初めて海峡を横断できる自転車道としてサイクリング好きの方にも人気の道路です。瀬戸内海の島々を眺めながら最高に気持ちのいいドライブ。松山空港から車で約1時間半、大三島が見えてきました。いよいよ神の島に上陸です。はい、大山積神社到着しました。いやー、結構ね、たくさんの人がいらっしゃってますね。それでは、参道進んでいきたいと思います。大日本総鎮守大山積神社と刻まれた大きな石碑、そして瀬戸内の海に面して立つ一の鳥居。日本総鎮守大山積大明神の大きい額がかかっています。大山積の表記はいろいろあり、古事記と日本書紀でも表記の仕方は違います。伊予国不土記では大山積の神となっています。この動画の中でも内容や場所に合わせて表記や読み方を変えておりますので、どうぞご了承くださいね。普段私は大山積の神と発音していますが、ここは大山積神社、そしてご祭神は大山積の狼です。さて、そんな大山積神社が刻まれた2つ目の大きな石碑です。その石碑の向こうに大きな門が見えてきました。総門です。二層構え、総ひのき造り、銅板葺きの総門。こちらにも日本総鎮守大山積神社の額がかかっています。なぜ瀬戸内に浮かぶ島に鎮座するこの神社が日本総鎮守なのか、今回はそれを裏付ける歴史にも触れながら参拝してみようと思います。総門の向こうにはさらに広々とした参道が続いています。元気な鳥の声が響きます。しばし耳を傾けてみてください。いや、境内広いですね。参道の幅も広くて、なんかすごく雄大な感じがします。でね、鳥の声も響いていて緑豊かでとっても気持ちいいですね。
はい、そしてすごく大きなご神木が見えてきました。はい、うわ、すごいですね。こちら、この太さ、看板がありますね。天然記念物越智の命お手植えの楠と書いてあります。大三島に祖神大山積の狼を祀った越智の命のお手植え樹齢2600年ということです。おお、2600年、すごいですね。このご神木はこの大山積神社の創建の歴史を伝える大変重要なご神木です。越智の命とは神武天皇と遠い親戚関係にあったとも伝えられており、大山積の狼の子孫とされています。越智の命は神武統制の際、先駆けて四国に渡り、この地に自分のご先祖様大山積の狼を誕生し祀ったと伝えられています。この神社のご由緒に伝えられている通り、誕生されたということは、大山積の狼はすでに別のところに祀られていたということになります。そんな大山積の狼については、参拝の後改めてお話ししたいと思います。というわけで、その大山積の狼の子孫である越智の命が2600年前にこの地に植えられたクスノキ、神武統制の時期とも重なりますね。そんなクスノキの根の周りを息を止めて3周すると願いが叶うという言い伝えがあります。その言い伝えは神社を離れた後に知ったので私はできませんでしたが、もし次訪れる機会があったらお願い事をしたいと思います。さて、ようやく出水社のところまで来ました。それではいよいよご本殿へと進んでいきます。愛媛県最古の神社で全国に約1万社を数える山積神社三島神社の総本社。そう、三島神社の総本社と聞くと、前回ご紹介した静岡伊豆の三島大社を思い浮かべるのですが、当の三島大社によると、この愛媛の大山積神社から誕生された神様ではないとのことでしたので、それについては前回の動画でもお話ししているので、ぜひご覧になってみてくださいね。さて、こちらもまた立派なご神門です。幕には菊の御紋と神社の御神門、鮮やかな彫刻も見受けられますね。それではさらなる御神域へと進んでまいります。正面に見えてまいりましたのは拝殿。室町時代に再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。拝殿の奥に御本殿があり、その両側に大井和地の神が祀られる上津社、高尾神の神が祀られる下津社が鎮座しています。神奈川県の大山阿夫利神社もまさに同じ神様たち。ここともつながってくるとは。伊豆の国、相模の国へと大山積信仰が広がっていったことがよくわかります。伊豆の国の三島大社からの流れでこちらにもご縁あって来られたので、大山積の神のお導きだと思って少しこの神様のことについてお話ししたいと思います。大山積の命、危機にも登場するイザナギの命とイザナミの命の巫女神、天照大神のお兄様でもあり、一般的には山の神として知られています。ただ、神奈川の神社をよくお参りするようになり、山の神でありながら海のそばの神社に祀られていることも多く、以前から不思議に感じていました。
それは日本という国が地理的に山と海がとても近いこと、海から山が見えることで道しるべとなり、航海をする際のランドマークになっていたこと、また海の豊かさは山に由来するということを古代の人々もよく分かっていたことなどを考えると、山と海は真逆にして表裏一体、密接に関わりがあり、山を司るということは海を司ることにつながっていたという日本独特の自然信仰が根源だったと言われています。愛媛県の県民の障害学習を推進する拠点施設、愛媛県障害学習センターのホームページには、愛媛県の歴史がその研究内容とともに詳しく紹介されており、愛媛県史古代に中世の項目に驚くべきことが書かれていました。伊予の国の不土記の逸文によると、越智郡の三島にいる神の名は大山積の神といい、またの名を私の神という。この神は仁徳天皇の時代に現れ、百済の国から渡来してきたものである。かつては摂津の国の三島にあった。三島という名はそれに由来するものである。そう、大山積の神は百済から渡来した神だというのです。そしてこの逸文にもあるように、現に大阪の摂津、今の高槻市には三島鴨神社があり、そのご由緒にも仁徳天皇が大山積の神を朝鮮半島の百済から招致され、淀川の三島に鎮座されたとあります。三島鴨神社の初めてのお社は淀川の中州、摂津の三島にありましたと書かれています。大阪の三島鴨神社、静岡伊豆の三島大社、そして愛媛の大三島に鎮座する大山積神社。まとめると、まず仁徳天皇の時代に仁徳天皇が大阪摂津に百済から大山積の神を招き祭り、それが大山積の子孫越智の命によって伊予の国に誕生され、伊豆ではもともと伊豆諸島に祀られていた火山の神が国土創生、そして島々を行き交う航海の神というご神徳を持つ大山積の神に置き換えられ、静岡三島の地に遷座されたという流れが見えてきます。ただ、愛媛県障害学習センターの研究内容によると、伊予の国不土記の内容についてもその説話の真意を検討することが必要であるとされています。確かに伊予の国の大山積神社の創建は2600年前に遡りますが、大元とされる大阪摂津の三島鴨神社では仁徳天皇の時代とされており、時系列の逆転が生じてしまいます。日本神話、不土記などを総合的に読み解いたとしても、そこには中央政権、大和政権の影響も大きく反映されることが多く、史実として考えるにはなかなか難しいという面があります。しかし歴史とはそのようなもので、それを考察し自分の目で答え合わせをしていく楽しさがあります。どれだけ資料があり遺物が発見されたとしても、誰も事実を知ることができないし、今常識とされていることが正しいとも限らない。それが歴史の面白さだと思います。というわけで、もちろんここで紹介させていただいていることも、いろんな方々が研究されていることを参考にさせていただいたもので、諸説あるうちの一説に過ぎません。そこをご了承いただいた上で、引き続きこの大山積神社のリアルな様子を楽しんでいただければと思います。さあ、そして御本殿の真裏に入ってきました。こちらにね、また、境内社がありますのでお参りしたいと思うんですが、ありましたね。はい、こちらです。ひっそりと佇む小さなお社、姫小村神社。この花咲夜姫の命とその御子神、頬出の命と穂すせりの命が祀られています。ここにも大山積の神の重要な一面があります。この花咲夜姫の命は大山積の神の娘さんです。天孫降臨で
天照大神から使わされたニニギの命に見初められ結婚し、海幸山幸神話の主人公であるホホデミの命とホスセリの命をお産みになります。つまりこの花咲夜姫の命は天皇家に直結しており、そのお父様である大山積の神は皇室第一の外戚にあたるという立場におありになるのです。ですので御神門には菊の御紋も記されているわけなのですね。そしてニニギの命がこの国に降り立ち、すでにそこにいたこの花咲夜姫の命をめとったことを考えると、ニニギの命が降り立つ前にこの国を治めていたのがこの花咲夜姫の命の父君大山積の神だったとも考えられるわけですね。だから日本総鎮守なのかと納得できます。もちろんそのように称するもっと他の理由があるのかもしれませんが、それにしても大切な娘さんとお孫さんたちがこのようにひっそりと御本殿の裏に祀られているのはなぜなのか、そんな風にも思ってしまいますが、神様を祀る場所というのは社殿の大きさは全く関係なく、神聖な場所ほどあまり人が足を踏み入れることがないよう奥に隠されていることも多いので、まるでお父様が前に大きく立ちはだかり娘と孫たちを守っているかのように捉えることもできますね。ここは子孫繁栄安産祈願のパワースポットとされています。そして今度は囲われた境内から外へ出てさらなるパワースポットへ。御社殿の裏山は鷲ヶ東山、安神山、御宮山の3山があり御神体とされています。そのふもと、看板が見えてきました。行き来の御門とあります。ありましたね。わ、すごいです。見てください。うわー、天然記念物行き来の御門、樹齢3000年です。真ん中がね、自然の空洞になっていて、奥の院参拝の通路となる、ここがもう参道になっているっていうことなんですね。わあ、この下をくぐって私も行ってみたいと思います。根回り約30メートルの巨大な洞窟、吸い込まれるかのような感覚。誰もがきっと強い樹木のパワー、ご神気を感じるのではないでしょうか。ここで生まれ変わり清められ、眩しい光の差す方へ向かっていきます。165センチの私の身長からこの御門の大きさがわかると思います。はい、行き来の御門くぐってきました。いやもう樹齢3000年のね、クスノキの中を通ることなんてもうなかなかそんな機会ありませんから、すごくね、貴重でしたね。いやー、すごいパワースポットですね。ただ奥の院というのは元神宮寺というお寺の奥の院らしく、現在は一見民家と思われる建物だったためお参りしそびれてしまいました。気を取り直して境内散策へ。とにかく境内には古いクスノキが多くあり、神社内の38本のクスノキ群は日本最古の原始林車窓のクスノキ群として国の天然記念物に指定されています。こちらは農院法師雨乞いのクス、樹齢なんと3000年です。御霊勢天皇の御代約900年前の干ばつの折、農院法師という僧が雨乞いの祈願を行ったところ、3日3晩雨が降り続いたと伝わる霊木です。杉の木は樹齢1000年を超えるものに多く出会ってきましたが、クスノキは初めてです。
こちらはある歴史上の偉人ゆかりの木、伊藤博文公記念クスノキとあります。明治42年3月22日に参拝された記念に植えられました。こちらの社号碑も伊藤博文公が書いたものなんだそうです。実はこの伊予の国は伊藤博文公ゆかりの地でもあるのです。この大山積神社を創建した越智の命は後の越智一族につながっており、愛媛県今治市は越智の命を先祖に持つ越智氏族の発祥の地。伊藤博文公は越智氏族なのです。伊藤博文公にとってこの伊予の国は自分のルーツでありふるさとだったわけですね。その他にも連合艦隊司令長官の山本五十六、そして今では海上自衛官や海上保安庁なども訪れ参拝しており、大山積の神が海と山を司り、航海の安全を守る神として多くの人々から崇敬されていることがうかがえます。最後に御朱印を授かりました。日本総鎮守の印が押されています。瀬戸内に浮かぶ島に日本総鎮守があるとはとても意外でしたが、この地を訪れ大山積の神という神様に直接お参りすることができたことで、ようやくそれが歴史に基づくものであると知ることができました。伊予の国一宮大山積神社、いかがでしたでしょうか。境内はスケールが大きくて、ご神木を見てもその歴史の深さというものを感じることができました。日本総鎮守というだけあって、もう古くからねこの国を守ってきたんだというね、そういうね偉大なパワーも感じることができましたね。いや、もう自然に囲まれて、こう海があり山があり、なんか本当にね、こう古から伝わる自然のパワーというものも満ちているような気がいたしました。その静岡の三島大社に祀られている大山積の命からの流れでね、こちら大山積の大神をお参りさせていただくことにつながってきたわけなんですけれども、やはりね同じ大山積の神といってもちょっとね異なった性格を持っているというか、同じ名前にしてまた違う意味合いの神様なのかもしれないなということも少しね分かってきたような気がいたします。こちらに祀られている大山積の大神というのは、やはり日本神話古事記にね記されているイザナギとイザナミの命の御子神であり、この花咲夜姫の命のお父様であるというね、そういったご由緒がね伝わっておりますので、古事記に登場している本当に偉大なる神様の一柱ということでね、そういった意味合いでのご祭神ということがね、分かりました。いや本当にね横浜からはるばるやってきてね、愛媛のこの大山積神社お参りすることが実現して本当に良かったです。神社の鳥居のすぐ目の前にある村上伊勢堂神社前店。大正12年創業の老舗で、名物は三島まんじゅう。カステラには大三島で採れたみかんの花の蜂蜜を混ぜてあり、しっとりとした白あんがぎっしり。まろやかでみかんの蜂蜜だからか甘さもとても爽やか。素朴な味わいでとても美味しかったです。そして本編では触れませんでしたが、おまんじゅうの包装に描かれているのは大山積神社のご神門、澄切お敷縮三文字。大山積神社の氏子であった越智氏に始まり、その子孫である川の氏あるいは河野氏へと受け継がれ、村上水軍の伊予村上氏の一族来島氏もこの家紋を使用することが許されました。大山積の大神のご加護のもと、この国を守るために戦った人々の象徴でもあります。そ
そんな村上水軍ゆかりのおまんじゅうもいただくことができました。引き続き島をドライブしていると、なんだかとてもおしゃれなお店を見つけたので覗いてみました。ナイスタッチバーガー。東京で生まれ育ったオーナーの方が祖父母の暮らす大三島で2023年に始めたお店。パティには国産牛 100% の赤身肉をメインに使い、大三島のパンや丸窓特製オリジナルバンズを使用したこだわりのハンバーガーを提供しています。店内もとてもおしゃれで開放的。ハンバーガー大好きな娘が食べたいというので、それぞれ違うハンバーガーをいただくことにしました。厚みのあるパティ、バンズも見るからに香ばしそう。でも最近よくあるハンバーガー屋さんのハンバーガーなんだろうと思いながらいただいてみると、見てください、この表情。予想以上の美味しさにびっくりしています。うまみたっぷりのお肉、やはりさすが国産。そして感動したのがバンズの美味しさ。カリッと香ばしく、そしてもっちり。小麦のうまみも濃厚で、これはかなり美味しい。大げさではなく、私が今まで食べたハンバーガーの中で一番美味しいと感じました。まさか瀬戸内の島で魚介ではなく、こんなに美味しいハンバーガーに出会えるとは。かなり意外な出会いでした。そしてたまたま出店されていた島のコーヒー屋さん、喫茶インディゴさんが丁寧にハンドドリップで入れてくれるコーヒーがまた格別でした。島の自然を感じながら美味しいハンバーガーとコーヒーを堪能できて、最高のランチタイムを過ごすことができました。ごちそうさまでした。初めてのしまなみ海道。どこを見ても絶景だらけで、1日では足りないほど見どころがありすぎました。今回はここで一旦大三島を後にして、次回は松山道後温泉の旅レポートになりますが、またこの橋を渡れる日まで大山積の命を探求する旅は今後もまだまだ続けたいと思っています。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。